こんにちは。赤坂にある、赤坂荻野の店主荻野聡です。僕の出身地でもあります東京都の食材金町小かぶを使用した、お料理をご紹介させていただきます。かぶを、剥いていきます。頭の部分を落としてここから剥いていきます。これねじ剥きっていうんですけど、丸いものを剥くときによく僕らこうやって、剥き物があるんですけど、薄く剥けるという利点と丸く剥ける。で今日はですねかぶを、しっかりと味を入れようと思っているので、ちょっとこの断面に味がより入りやすくなるので、今日はこんな剥き方をしていきます。かぶもいろんな種類を使われたと思うんですが、はい、今回使われたかぶはどういうところが選ばれたというか。そうですね、やっぱりこう力強い味わいがあるというのと、炊いてですね、煮崩れしにくい。一番のポイントはここですね。生食でもいけるかぶですけれども、しっかりと中までお出汁を入れた時に形が残ってて綺麗な形で、食感も残るというのでこのかぶを選んでます。かぶは意外と皮がちょっと厚いので、筋がなくなるところまで剥いていきます。こんな感じですね。かぶを炊いていきます。剥いたかぶの皮のところ、これを一緒に入れてですね、よりかぶの味が濃く出るように炊いていきます。結構日本料理だとですね、きれいに仕上げるというので、白水といってとぎ汁で柔らかくした後にお出汁を含ませるという技法があるんですけど、今日のお料理は逆にかぶのちょっと香りとか全てを濃縮したようなイメージで作りたいので、あえてかぶの葉剥いたところも入れて、昆布を1枚入れて、あとはかつおだし張って火入れていきます。最初は調味料を入れずに、ここからかぶのうまみとか甘みが出てくるので、柔らかくなってから味付けをしていきます。で沸くまではこのまま、火をかけていきます。あんまり強く火入れをしてしまうとかぶにへこみができたりですとか、食感がもそっとした食感に変わってしまうので、じっくり火を入れていこうが美味しいので30分ぐらいですね、弱火でしっくりと炊いていきます。目安とすると竹串でもいいので、串がですねスッと入るところまでですね、このペーパーですね、ペーパーを落とし蓋の代わりにですね、で途中でまた上と下を入れ替えて、かぶに均一に火が入るようにします。30分経ちました。そうするとですね、このような形で中までしっかりとですね味が入った状態になっております。冷める瞬間に煮物というのは味が入りますので、一回ここで冷ましていただいて、また召し上がる時に、再度温めるという形が一番いいと思います。ちょっと出汁が濃く、映ってますけれども、先ほどより炊いていく段階で水分がどんどんなくなっていきます。その都度ですね、ひたひたになるぐらいまでお出汁を足してください。それで30分ぐらいです。この状態になってから少しだけお出汁に味を入れていきます。お塩ですね、お塩とだいたいお塩で、甘みが引き立ちます。薄口が少しですね、これはもう本当にうまみを入れるという形なので、本当に数滴入れる程度で大丈夫です。再度しっくりと味を入れていくような形で、だいたい5分ぐらいですかね、炊いて1回冷まします。先ほど落としたかぶの葉っぱ、今度はですねこれを、炭火で炙れるようにですね、ちょっとこうあんまりちっちゃくしすぎると、後で焼く時に大変になりますので、だいたいこう半分ぐらいにですね落として、ちょっとこの砂がかかんでるところは、水で洗うかこう布巾で砂を取ってください。太白ごま油ですね。これは香りが少ないのに癖がないので綺麗な油です。これをですねちょっと思ってるより多めに入れていただきます。はい、こんな感じですかね。全体になじませます。この時にかぶの葉っぱにちょっとこう水がついている方がいいです。水と油が混ぜ合わさったものが炭に垂れることで煙になって燻製っぽくなりますので、この際にですね水気が少なければちょっと水を足してあげてもいいと思います。この上で、焼いていきます。結構火が入りやすいのでこう転がすような感じですよね。葉っぱのところは特に火が入りやすいです。
この工程はどちらかというと炭の香りをつけながらというイメージにしてください。たまにこうちょっと油と水のところをつけて落とすとより香りが立ちます。ある程度こうしなっとなってきたらですね、お塩を少し振ります。ここでは、塩味をつけるというよりかは、素材の味が引き立つためのお塩ですね。で少しこう焼き目がついてきたら、上がりになります。このような形ですね。焼き上がりました。焼いたかぶですね。これをですね、今日はお料理の中でこれをあんにしますので、だいたいレンゲですくえるサイズ、割と繊維はしっかりしているので繊維が気にならないサイズまでね切っていきます。だいたいこのぐらいですかね。こんな感じです。はい、今ここにお出汁ですね、だいたい金貝1杯分ぐらい入ってるんですけども、先ほどかぶを炊いていたお出汁です。もう、かぶの味がしっかりと入り込んだと。これをですね、溶きくずで柔らかい銀あんにしまして、で先ほど炭の香りをつけたかぶの葉っぱを入れて上からかけるあんかけにしてまいります。では溶きくずにしていきますね。くずのポイントとすると、あんまりこの沸きほこってるところに入れるとくず切りみたいにダマになりますので、どちらかというとちょっと落ち着いた、一回沸いて落ち着いたところに入れていくというのがポイントですね。くずが入りました。一度しっかり沸かします。こうすることで粉物の特有の粉臭さみたいなのがなくなります。ここにですね、先ほどのかぶを入れていきます。適量入れていただいて、何ですかね、純米大吟醸のお酒ですね。これ香り付けにちょっとだけ入れます。お酒と同量分ぐらいの薄口で締めます。これであんは完成です。こんな感じですね。次はからすみですね。これは自家製のものですけれども、薄皮をちょっとこう剥いでいきます。今日からすみ使うのがですね、僕が修行していた京都でですね、からすみとかぶのからすみ大根とかの代わりにかぶを使っていました。相性がいいのをすごく覚えていたので、今日はあえてこの加熱した炊き物とからすみで合わせたいと思います。天ぷらにします。後でですねちょっと半生の断面見せたいので、ここではちょっと大ぶりに切ってあります。こんな感じにしましょうか。はい、ここにですね小麦粉入ってます。小麦粉の中に、油ですね、サラダ油で大丈夫です。これを先にします。すごいこう意外な感じがすると思うんですけど、油っこくなっちゃうんじゃないかという気持ちになると思うんですけど、逆にこう油切れが良くなります。ここでしっかりとですね粉を油でコーティングする、この状態になったもの、お水でですね伸ばしていくと。どちらかというとフレンチとかの技法なんですね。フリッタとか、をこんな作り方しているところもあるので、そっちの方からですね参考にしてやってます。これを炭酸水でやるともっともっと軽い天ぷら粉になりますし、どちらかというと養殖の技術の方が入ってるかもしれないですね。滑らかになれば仕上がりです。ただ従来のやり方とちょっと変わったやり方してますけれども、これはお好みで、先ほどのからすみ薄くですねこう衣がまとうように叩いていきます。でこれをこの中に入れますね。これを揚げていきます。これは生で食べれる、からすみなので、どちらかというと周りがカリッとなったらもう揚げちゃっていいですね。ここにも、そんなに長く揚げないのでこんな感じですかね。周りがカリッとあれば OK ですかね。先ほど炊いて、しっかりとお出汁が入ったかぶが入ります。結構ねじ向きの断面っていうのは綺麗なので、これはちょっと見える形の方が綺麗だと思います。半生の断面がちょっと
見えるようにですね。最後柚子がかかります。柚子でこう味が締まる感じですね、香りで。金町小かぶの料理完成しました。本日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。こんなに断面が綺麗になるんですね。そうなんです。これはねじ向き特有の艶やかさですよね。じゃあいただきます。はい。もうお箸で切っていただいて、はい、ズバッと。結構、割とこうあんだけ時間かけましたけれども、しっかりと肉質はあるので、表面はすごいしっかりと。結構こうかぶ食べてるなっていう感じが。外側と中で全然違うんですね。そうなんです。外はしっかりしてますよね。かぶの葉を一回焼いてるので、あん自体もですね、ちょっと炭の香りが移ってますので、ぜひあんとも合わせながら召し上がってみてください。なんかこう葉っぱとかって比較的苦味がすごいと感じると思うんですけど、今回は全然感じなくて。今日お忙しい時間どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。お疲れ様でした。